2023年12月31日、僕は親戚たちと新潟に行ってきました。新幹線と上越線、只見線を乗り継いで到着したのは魚沼市の越後須原駅。僕らはここで2泊3日をして年越しと楽しいお正月を過ごしてきた。しかし皆様ご存知の通り、1月1日に能登地方で地震が発生。ここら辺も震度6だそうです。さて、僕らはどうやって東京に戻ろうか。この動画は島の提供でお送りいたします。明けましておめでとうございます。地震発生から一夜明け、ただいまの時刻は11時。只見線は案の定運休してますので、バスで小出駅に向かいます。そこから上越線が動いてたら乗り換えて、僕はちょうど17時頃の新幹線で帰る予定だったんで、まあちょうどいいっちゃちょうどいいんですが、上越線が動くか分かんないんですよね。だから、状況を見極めながらなんとか東京に帰ろうと思います。本当は10時くらいの只見線に乗って小出に行く予定だったけど、夕方頃まで安全点検のため運休。幸いのことにバスがあった。南越後観光バス。本数はめちゃくちゃ少ない。12時27分のバスに乗ろう。地震の後だからバスが動いてるかは不安だった。だから朝起きた時にバス会社に連絡して平常通り運転するという話を聞いた。そしてバスは時間通りに来てくれた。ありがたいね。珍しいな。整理券番号が漢字だ。さようなら越後須原駅。2泊3日お世話になりました。新潟の田舎を走るバスだけど雰囲気は都会と同じだけど、この肘掛けは珍しいな。隣を走る只見線の線路、見る限り異常はなさそうだけど、多分設備点検する人員が少ないんだと思う。荷物料金を取ってるんだ。こういうところでやってるとは意外だった。京都でも早くやればいいのにね。そんなことよりこのバスに乗れて一安心だ。正直言ってこのバスに乗れなかったら積んでたんだよね。次のバスは夕方だったからね。宿の人も優しくて小出駅まで車で送ってあげようかって言われたけど、僕は断った。なぜならこのバスに乗りたかったから。只見線には乗ったことあるけど、そこを走るバスなんて乗れる機会はめったにないから、これも貴重な体験。あちら側にも東急バスが。結構珍しいバスなんじゃない？いやー、いい天気だ。本当に美しい山だな。小出駅のこの壮大な雰囲気が大好きだ。そういえばあの丘を30分ほど登ったところに温泉がある。小出駅はあっち。果たして上越線は動いてるだろうか。小出駅、緑の窓口もあって綺麗な駅だ。渡辺謙、出身地なんだよね。いつかお会いしたいな。終わった。夕方頃まで運休。というわけで列車が運休してるんで、バスで浦佐駅まで行こうと思います。越後湯沢駅まで行ってもいいんですけど、そんなのないですかね。でもなんかこっちの何番乗り場、1番乗り場なら浦佐駅が今何時 ?12 時だから15時10分にあるな。これ15時10分まで待つか。いやー、面倒だな。なんか小出駅に来て約2時間、未だに列車は来ません。越後湯沢駅を出発してるらしいんですけど、50分遅れです。この後長岡方面から水上駅の列車も来るらしいんですが、それも運転してません。上越新幹線も越後湯沢から長岡、新潟運休してます。どう帰るか迷いますね。17時8分の列車に乗る予定だったんですけど、新幹線運休しちゃったんで自由席で帰るしかないですね。越後湯沢までなんとか行ければいいんですけど、その手段がないんで、ここは完璧陸の孤島です。どうしたらいいか。
まさかここで3時間回し止めを食らうとは思わなかった。僕一人だったら山を登って温泉に行ってたけど、そんなことはできなかった。さようなら小出駅。このバスで浦佐駅まで行って、そこから新幹線で東京に帰るとしよう。小出駅に3時間もいて何もしてないんだけど、すごく疲れた。だけどこの壮大な景色を見て癒された気がする。こんなところにすき家がある。というか小出ってこんなに栄えていたんだ。駅の周りには何にもないのに、ここにはダイソーもコメリもガソリンスタンドも車屋もたくさんある。人の営みを見ると安心するな。あんなところに上越線が。あれは何をしてるんだ。保線員も一人いるっぽい。あれは多分長岡行きだな。さて新幹線の高架に近づいた。でかいな浦佐駅。もうあそこにプラットフォームが見える。浦佐駅周辺も新幹線の駅にしては何もない秘境駅と揶揄されがちだが、意外と住宅街や大きな道路もあって、この駅を重宝している人はかなりいるんじゃないだろうか。さあ東京まで線路がつながっている浦佐駅にやっと到着した。ありがとう南越後観光バス。大変お世話になりました。初めて来ましたけど、浦佐駅なんもない。何ここ、すごいな。何もないとか言ってるけど、本庄早稲田駅よりは人が多い気がする。列車走行位置アプリを見ていたら、駅の電光掲示板に表示されていない新幹線が来た。だから急いで乗車券と自由席特急券を買って改札の中に入り、プラットフォームを目指した。さあこれで東京に帰れるぞ。やっとこの辛さから解放される。料亭が来ると本当に心身が疲弊するから、とてもしんどかった。だけど側灯が消えてた。新幹線にも乗り遅れ、普通列車にも乗り遅れ、とんだ大失態でいろいろ不運続きですけど、まあ目の前のこの浦佐駅のスプリンクラーだけで見れただけでもよしとしますか。すごいな、この水の量。絶対に新幹線を止めないっていう意気込みが感じ取れますよ。なんだこの光景、初めて見たな。黄色い線から出るのはやめておこう。ここは新幹線の駅だからね。普通列車も今ちょうど行っちゃったんですよ。だからすごくショックだ。この景色を見れただけでもよしとしますかけど、ちょっと水が弱まったな。新幹線が通過する前は強まるんでしょうか。止まった。そこ煙突みたいなものが分かりますかね。ちょっと湯気が出てるのも分かりますでしょうか。あの下には多分この水を温めるためのボイラー室みたいなものがあって、これ出てるのお湯なんですよね。このお湯は循環してるそうで、噴射して回収してろ過して温めて噴射して、それの繰り返しでこの雪を溶かしてるそうです。危ないからやめてほしいな。いやショックだな。新幹線乗り遅れるの普通にショックだな。いやショックだな。普通列車も乗り遅れたのショックだな。これから越後湯沢駅まで行って、次の列車って全車指定なんですよね。これが果たして自由席で乗れるかどうか。越後湯沢まで自由席で行って、その後谷川に乗って東京行きに行こうかなと思います。目の前に東京行きの電車が来てるのに乗れない。目の前に家の玄関があるのに鍵を忘れて入れないくらい悲しい。この列車は新潟始発なんで20分くらいの遅れで済んだらしい。その後も僕を嘲笑うかのようにたくさんの新幹線が通過していった。約40分ぐらい経っただろうか。自由席を設けた東京行きの電車が到着した。もちろん座席にありつけるわけもなく、電車内はこのありさま。とりあえず越後湯沢までの辛抱だ。この時の僕はどうかしていた。夢を抱いていた。もしかしたらこの越後湯沢始発の谷川に乗って座席に座り、ゆっくり弁当を食べながら東京に帰れると思っていた。原備新幹線でもいいから走らせてくれよ。自由席は1号車から4号車までだったが、ホーム上にはたくさんの人だかり。
グリーン車グランクラスを除いた全ての車両に乗り込んでいいというアナウンスが流れた。不謹慎かもしれないが、集団疎開ってこんな感じの雰囲気だったんだろう。何かの小説で読んだことあるかも。確か東北本線の話だったかな。デッキは立ち飲み屋と化していた。あちこちから聞こえるアルコールの缶を開ける音。僕もビールと乾燥ハムをつまんだ。このノートルゲームのように今の上越北陸新幹線もたくさんの電車が詰まっていた。ずーっと窓なしのデッキにいるもんだから今どこを走ってるかよく分からなかったけど、高崎に着いたらしい。高崎では北陸新幹線と合流するから、この先の線路は新幹線だらけだった。遅延時間70分以上は当たり前と化していた。大宮でも東北新幹線と合流する。そのためさらに遅延の増大が予想されていた。やっと大宮駅に到着。向こうに止まってるのは山形新幹線と東北新幹線。上越北陸新幹線の遅れはあちらにも響いているようだ。ああやって真ん中のプラットフォームに止まっているのは珍しい光景だ。さてここからが大変だ。この先の上野駅まで新幹線は6本以上止まってるんじゃないだろうか。まあ東京に帰れればそれでいいさ。はあ、なんだよこれ。正月からどうなっちゃってんだよ。ニュースを理解できなかった。覚えすぎですけど、今年はなんかこれで安全がより一層強化されるっていう年になるんであればいいなと思いますね。正直言って今は僕が乗ってるこの列車が何分遅れてるか、そんなことはもうどうでもよかった。多分120分は遅れてないんじゃないかな。ああ、そういえば切符。谷川86号は運休したから未発券の状態にしていたら、なぜか乗車券だけ返金されなかった。どうなってんだよ。まあもうどうでもいいか。約35分遅れで上野駅に到着。上野から東京も20分以上かかりそうだったから、ここで乗車券特急券を放棄した。改札の前は長蛇の列。ちなみにこういう災害時に運休になった列車は当日から1年間の払い戻しが可能だから、無理に緑の窓口に行かなくていい。自動券売機を抜けやっと東京の土を踏んだ。あれから約4日後、未発券だった谷川86号の乗車券特急券の払い戻しメールが来た。しっかりと乗車券分も払い戻しされてて安心した。乗車券は発券してないのになぜ利用中という表示が出たかは謎だが、結果はオーライだね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは今後も映像と音にこだわった鉄道旅動画を週に1本程度投稿します。チャンネル登録と動画投稿時に気づきやすいよう通知設定をしてお待ちください。